恐慌の始まり、株式市場の過熱と崩壊。1929年の世界恐慌の始まりは、株式市場の過熱とその後の崩壊にありました。この過程は、後の経済危機の原因となる多くの要素を内包していました。1920年代の経済成長期には、株価が実際の企業価値をはるかに超える水準まで急騰しました。投資家たちは、将来の利益を見越して、過剰に投資を行い、これが市場のバブルを形成しました。1929年に入ると、株式市場は過熱しすぎて、持続不可能な状態になりました。その結果、投資家の信頼が崩れ、株価は急落しました。この株式市場の崩壊は、黒い木曜日として知られるようになり、経済恐慌へとつながりました。株式市場の過熱と崩壊は、1929年の世界恐慌の引き金となり、後の経済危機に至る道を開いたのです。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。黒い木曜日の出来事。黒い木曜日は、1929年10月24日に発生した株式市場の大暴落であり、世界恐慌の象徴的な始まりとされています。この日、投資家たちはパニックに陥り、大量の株を売却し始めました。この大規模な売りがさらに市場の不安を煽り、株価は地に落ちました。株式市場の暴落は、投資家だけでなく、普通の市民にも影響を及ぼしました。多くの人々が自己資産を失い、企業は資金繰りに苦しむようになりました。この事態は、銀行の破綻と経済活動の停滞に直結しました。黒い木曜日の出来事は、1929年の世界恐慌がいかに突然かつ破壊的に進行したかを示し、その後の経済危機の深刻さを予兆していました。根本原因の探求、過剰投機と信用の乱用。1929年世界恐慌の根本原因の一つは、過剰投機と信用の乱用にあります。これは市場の不安定性を高め、最終的に経済の大崩壊を引き起こしました。1920年代の経済ブーム中、多くの投資家が未来永劫に株価が上昇すると楽観視し、大量の信用を利用して株式に投資しました。この過剰な信用拡大は、市場におけるリスクの見積もりを歪め、価格バブルを生み出しました。当時、投資家たちは少額の自己資金で大きな投資ができるマージン取引を広く利用していました。しかし、株価が下落し始めると、これらの投資家は急速に借入金を返済する必要に迫られ、市場にさらなる売り圧力を加えました。過剰投機と信用の乱用は、市場の脆弱性を露呈し、小さな経済的衝撃でさえも市場の大暴落を引き起こす可能性があることを示しました。このプロセスは1929年の世界恐慌の深刻化に大きく寄与しました。金融システムの脆弱性。世界恐慌を引き起こしたもう一つの根本原因は金融システムの脆弱性でした。この脆弱性は経済の各セクターに深刻な影響を及ぼし、恐慌を悪化させました。当時の金融システムは不十分な規制、銀行の過剰リスク取り、不透明な金融機関の健全性に悩まされていました。これらの問題は、市場の信頼性を損ない、経済危機を加速しました。多くの銀行が株式市場に大きく投資していたため、株価の暴落は、直接的に銀行の資産価値に影響を及ぼしました。これにより、多くの銀行が破産し、それが預金者の間での銀行欄大量の預金引き出しを引き起こしました。経済の連鎖反応、銀行の連鎖倒産とその影響。世界恐慌期における銀行の連鎖倒産は、経済の連鎖反応を引き起こし、広範囲にわたる経済的破壊をもたらしました。株式市場の暴落により、多くの銀行が巨額の損失を出し、それがさらなる信用収縮を招きました。銀行の倒産は預金者の信頼を失わせ、多くの人々が自己の資金を安全だと思われる場所に移動させることを試みました。銀行の倒産が増加すると、それに伴い金融機関への信頼が急速に失われ、多くの人が自分の預金を引き出そうとしました。これは銀行乱と呼ばれ、金融システムにさらなる圧力をかけ、経済全体の信用不安を引き起こしました。銀行の連鎖倒産は、恐慌を深刻化させ、企業の倒産や失業の増加といった一連の経済的な連鎖反応を引き起こしました。これらの出来事は経済全体の不安定化を促進しました。
世界経済への波及。1929年の世界恐慌は、アメリカ国内にとどまらず、世界経済にも深刻な影響を及ぼしました。この経済危機は、国際貿易と投資の流れに大きな影響を与え、全世界に波及しました。アメリカ経済の衰退は、世界の主要貿易パートナーに影響を及ぼし、世界中の国々で需要の減少と経済活動の縮小を引き起こしました。これにより、国際的な経済関係が悪化し、各国は保護主義に走りました。アメリカからの輸入需要の減少は、ヨーロッパやアジアの輸出国に大打撃を与えました。また、アメリカの投資家が海外資産を売却し始めたことで、世界中の市場に流動性が減少し、経済不安がさらに広がりました。社会における影響。失業と貧困の拡大。1929年の世界恐慌は、失業と貧困の大幅な拡大をもたらし、数百万人の人々の生活を直接的に脅かしました。企業の倒産と経済活動の停滞は、大量の失業を引き起こしました。これは、家庭の収入を大幅に削減し、多くの人々を極度の貧困に陥れました。恐慌の最も深刻な時期には、アメリカだけでも失業率が 25% を超え、世界中で失業者が急増しました。経済的な困難は家庭を直撃し、食料不足や住宅問題など、様々な社会問題を引き起こしました。失業と貧困の拡大は、世界恐慌期における最も顕著な社会的影響であり、経済的な不況だけでなく、広範囲にわたる社会的苦痛をもたらしました。社会的・政治的不安定性。世界恐慌は、社会的及び政治的な不安定性を大幅に高め、世界中の政治風景に深刻な変化をもたらしました。経済危機とそれに伴う社会的なストレスは、政治的な極端主義やポピュリズムの台頭を促進しました。失業と貧困は、人々の不満を増大させ、既存の政治システムに対する信頼を低下させました。経済的な困難は、ドイツでのナチスの勢力拡大や、他の国々での共産主義やファシズムの支持増加に直結しました。これらの政治運動は、経済的な不満を糧にして、権力を掌握または拡大しました。対策と教訓。ニューディール政策とその影響。ニューディール政策は、世界恐慌に対するアメリカの主要な対策であり、経済の復興と社会の安定化に重要な役割を果たしました。フランクリン・D・ルーズベルト大統領の下で実施されたニューディール政策は、公共事業、社会保障、金融規制の強化などを通じて、経済の立て直しと社会的安定を目指しました。ニューディール政策によって、数百万人の雇用が創出され、経済活動が刺激されました。また、銀行保険制度の導入や、証券取引の規制強化など、金融システムの安定化が図られました。ニューディール政策は、経済危機に対する効果的な政府の介入という新たな前例を確立し、経済復興と社会保障の基盤を築くことに成功しました。経済政策の転換と現代への影響。世界恐慌とその対策は、経済政策の転換を促し、現代経済の基盤を形成する上で重要な役割を果たしました。世界恐慌を経験したことで、政府の経済における役割に対する理解が変化しました。積極的な財政政策と金融政策の重要性が認識され、経済の安定化と成長促進のための新しい政策が導入されました。ケインズ経済学の理論が広く受け入れられ、政府は経済活動を刺激するために積極的な役割を果たすようになりました。これは、後の経済政策や福祉国家の発展に大きな影響を与えました。世界恐慌とその後の政策対応は、経済政策の在り方を根本的に変え、現代の経済システムと社会保障の基礎を築きました。この時代の教訓は、今日の政策立案においても依然として価値があります。